アンニョン、シオンニムです。今日話してみたい話は、シオンニム、自分がなんで韓国から日本に来たか、日本に来る前は韓国では何をやってたか、これからは何をしたいかについてちょっと話してみたいと思います。で、この動画は多分日本に住んでみたい人とか、韓国で住んでみたい人とかにちょっとでも力になったらいいなって思ってます。では、行きます。まず、韓国では何をやってたか。韓国では、釜山っていう大阪みたいなとこで生まれました。その釜山は方言もあるし、ちょっと韓国でも一番荒い、せっかちなとこですよね。で、そこで、兄弟はない一人子で生まれました。中学生の時とかは生徒会長とかやったり、高校は、最初はちょっといい学校行ったんですけど、学校が合わなくて、美容高校っていう高校に転校したんですけど、その学校はもう釜山でいうめっちゃくちゃなヤンキーの学校やったんで、学校でもう堂々に携帯ゲームやったり、寝ったり、なんか食べたり、遊んだりやってもあんまり何も言われない学校でした。で、2年ぐらいで辞めたんですけど、辞めた理由は学校通ってても遊ぶだけだし、時間もったいないなって思って、辞めて、釜山からソウルに一人で引っ越し行って、旅または家でって言うかもしれないんですけど、喧嘩とかじゃなくて普通にソウルで住んでみたいなって思って、一人でソウルに行って仕事とか始めて、自分が稼いで一人暮らしとか自分が買いたいもん、高校生やったんでバイクとか買いたかったんでバイクを買いました。そんな生活を続いて、高校生から結構デリバリーとか仕事やって稼いで、大人になってからは車も買ったり DJ とかいろんな仕事やってみたんですけど、いきなりなんか韓国のテーマパークエバランドっていうとこあるんですけど、エバランドこのテーマパークで働いてみたいなって思ったんですよ。でもこれって高卒じゃないと働けないらしいんですよ。だからそのテーマパークで働くために高卒認定テストをやって合格してからそのテーマパークで働けるようになって、そのソウルの辺にあるそのエバランドとかでも働いたり、それが終わってからは韓国のチェジュ、日本でいうと沖縄みたいなとこですよね。そこに引っ越し行ってシナワールドっていうとこでも働いてみたり、それが終わってからはまた他のポロロテーマパークっていうとこでも働いてみたり、いろんなことやってました。その中でいきなり2020年ですよね。2020年からコロナっていう病気が発表しちゃって、テーマパークってコロナで一番被害が多い仕事じゃないんですか。みんなテーマパークも行かないようになったり下げたりやってるんで、なのでテーマパークも自然に休みになりました。それで自分も実家に帰って、最初はやることないからゲームメイプルストーリーしながらアニメ見てたんですけど、その頃見てたのはワンピース。でもワンピースってめっちゃ長くないんですか。これをずっとゲームしながら見るなんて結構集中ができなくて、字幕見るのがめんどくさかったんですよ。じゃあ字幕じゃなくて自分が聞き取れたらゲームしながらでもいけるんじゃないって思って日本語の勉強を始まりました。それで最初からやったのは YouTube でひらがな、カタカナを勉強始めました。それを1週間2週間ぐらいやってからは日本語の単語集とか文法本とか買って、これを最初は1ページ2ページをちゃんとやるのは慣れてからはもう毎日単語100個200個ぐらい覚えて、毎日どっか遊びに行くことがあっても電車の中飛行機の中でもいいから絶対単語50個100個は覚えるようの自分と約束して毎日やりました。それで聞き取れなくても日本語の音楽流せたり、アニメドラマとかずっと見たり、携帯の言語も日本語で変えたり、考えることも日本語で変えたんですよ。それで5ヶ月6ヶ月ぐらいで日本語能力試験っていうものの JLPT N1 っていう一番高いレベルにたどり着きました。それでたどり着いたんですけど、やっぱこんな高校1年生2年生ぐらいで辞めたやつもいけるんで、他の皆さんはもっと簡単にいけると思うんで、みんな諦めないでください。言語の勉強。また知らないことあったらいつでも聞いてくださいね。一応韓国語先生やってます。それからは日本語もいけるし、ちょっと日本に行ってみたいなって思ったんですよ。でも旅行とかできないんですよ、コロナで。だから日本で行ける方何があるかなって見たら、ワーキングホリデーと留学があって、でも留学はあんまり行きたくないなって思って、ワーキングホリデーで日本に行ってみようかなって思ったんですけど、またコロナでやっぱ募集してないんですよ。結構がっかりしてる間、いきなりコロナの感染率が低くなって、ワーキングホリデーをちょうど募集してますよ。
だから早く条件を揃えて申請して合格して、2021年の3月ぐらいに日本に行こうと思ったんですけど、なんか2020年の12月のある日、夜のニュースにいきなり、あさってからはコロナの感染率が高くなったため、あさってからは日本の入国を全て禁止するニュースを見てから、すぐ不動産に連絡して、こんなニュース出てますけど、今すぐ行ったら家とか契約できますかって連絡してから、行けるって言われて、友達に連絡して、釜山からインチョン空港、その頃はインチョン空港しか空いてなかったんで、コロナで。友達に電話して、明日日本に行かないとほんまに日本に行けないかもしれないんで、ほんまにごめんやけどちょっと連れてくれるって言ってから、いろんな荷物全部早く包んで、あと4ヶ月の間の予定を全部キャンセルしちゃってから、素早く日本に行くことにしました。I'll show you what a medical student has before leave. 탑승 상황 확인하시고 늦지 않게 게이트로 이동하세요. もうそれで日本がほぼ初めて来たことです。10年前に来たことありますけど、10年前家族旅行やったし、ほんまに何も覚えてないんですよ。覚えてることはディズニーランドでめちゃくちゃ並んでてイライラしてた記憶しかないんで、ほぼ初めての日本って言っても過言じゃないぐらいで日本に来ました。で、日本に来たのが2020年12月27日。日本の大阪に初めて着きました。で、それからはコロナやったんで2週間隔離があるため、家は正月から入れるんで、その間はホテルで生活しながら、やっと正月になって自分の家に行けました。でも韓国って正月でもいろんなマートとか百貨店も営業やってますけど、百貨店はやってるか知らないんですけど、いろんなところ営業やってるから、日本もやってるかなって思って何も準備せずに自分の新しい家に入りました。で、入ってからはなんか布団とかちょっと買いたいから外出ようと思っても、日本何も知らないし、その時携帯も契約してないから何にもできないし、外歩いても全部閉まってるから、あ、積んだって思ったんですよ。で、なんとなく布団1枚を持ってきてたんですけど、布団1枚で何日間は生活しました。日本の電気代って結構高いって言われて、最初は暖房とかもつけなくてずっと震えながら寝てた時期もあります。懐かしいな。で、それからなんかコンビニとかも行ってみたりやってたんですけど、やっぱ最初はあんまり日本語聞いたことないから聞き取れなくて、あ、積んだ、どうやって日本で生きていけるって思ったんですよ。でも1週間2週間だんだん慣れてきて、もう今は全部聞こえるようになったんですけど、ここでほんま思うんですけど、皆さんほんまに言語って慣れが大事だと思います。なので聞き取れなくてもずっと聞いたら聞けるようになるんで、言語を諦めないでくださいって言いたいです。もうそれで、最初はやっぱ仕事も選んだなあかんですよね。最初選んだのが、やっぱ日本の道とかも全然知らないし、バイクとか車も好きやから、じゃあバイク買って Uber Eats とかやってみようって思って、バイクを買って Uber Eats をやってみました。で、そのおかげでもう大阪の道とかは結構分かってきたし、もう今もナビなしではすぐどこでも行けるぐらいなんですけど、大阪のないわ。でも雨とかで働くのもちょっと嫌やなって思って、ちょっとやめて韓国料理屋さんで働くことになりました。で、その韓国料理屋さんで最初はもう良かったと思いますが、だんだん仕事してたら悪い部分が分かってきて、例えば韓国人の店長やったんですけど、課長やったんですけど、横領、その被害でうちらがもうしんどくなったり、パワハラなどいろいろ問題点が多かった店です。その話はいつか詳しく話したいと思います。ほんまにやばかったんで。もうそれから日本のいろんなとこを、もう関西はほとんど行ってみました。京都とか兵庫、和歌山、淡路島、岡山、滋賀ぐらいは行ってましたよね。もうそれで車も買ったり生活やってたんですけど、車がほんまに日本では維持費がめっちゃ高いんですよ。ガソリン代とかもちょっと安いんですけど、維持費が駐車代、韓国の何十倍かかるぐらいにかかるんで、駐車代だけ日本橋の周りなんで、駐車代が4万5千と、家賃が8万ぐらいやったんで、息を生きるだけで12万が出てたんで、ちょっと厳しかったです。もうそれから、他の仕事もやってみようって思って、日本でしかできない仕事は何があるかなって思ったんです。ちょうど見えたのが韓国語先生っていう仕事があるから、でも
自分がこれいけるんかなって思ってたんですけど、一応面接に行きました。面接に行って自分の意思を伝えて、もう研修も何回も受けて、結局は先生でデビューして、今は先生2年5ヶ月2年半ぐらいをやっています。で、日本で先生をやってて、結構いろんな方に教えたり、教えてもらった韓国語を学生さんとかが使ったら結構自分もやりがいを感じたりやってます。もう先生になったのはほんまに自分の人生で最高の選択だと思います。もうそれで1年ぐらい住んでたんですけど、1年ぐらいになってからはワーキングホリデーっていう期限が切れちゃうんで、日本にもっといたいなって思って日本の留学を選択しました。それで今は大阪でIT の専門学校通ってますけど、自分が思うにはやっぱ日本に来てほんまに良かったと思います。いろんな人と出会ったり、新しい文化も学んだり、自分には成長できたと思うし、そのおかげで新しい仕事もやってみたり、もうちょっと前向きな性格になったり、これからももっといろんな国に行ってみたいなって思うことになってます。もうそのおかげで今 YouTube とか TikTok もやってると思います。皆さんの中で韓国留学または日本の留学に行きたいなって思う方がおるかもしれないんですけど、実際生活費とかどうか気になる方いますよね。自分が日本で3年住んで感じたことをやったら十分一人の力で行けます。自分が学費、家賃、生活費、食費全部自分が出してるんですけど、日本でやったら頑張ればその意思だけやったら全部一人で支給支足자급자족できると思いますんで、心配せずにまず行動からやってみましょう。やってみて後悔するのはほんまに勉強だと思いますけど、やらずに後悔するのはほんまにどうしようもできないと思うんで、一応やってみるのが一番大事かなって思います。あともともとこんな地雷系メイクやってる人でもなかったし、もうこっちの多分動画とか見たら全然こんな人じゃなかったの分かりますよ。ちなみに自分この襟足は日本に来て伸ばしたんじゃなくて、昔からずっと G ドラゴンが大好きなんで、G ドラゴンが襟足を伸ばしてから自分も伸ばした感じなんで、これ6年7年ぐらい伸ばしてるんで、全然日本とは関係ないんです。メイクを始めたのが日本に来てからです。で、これからシオンニムがやりたいのは、一応就職活動で内定をもらって企業でもう 2,3 年間ぐらい働いてから、自分は韓国料理屋さんを作りたいなって思っています。で、日本にある韓国料理って結構高いイメージがあるんで、自分がほんまに好きやみたいに簡単にどこでも食べれるような店を作りたいなって思っています。そのためにも YouTube とか TikTok 始まったのもあります。で、皆さん韓国料理屋さん作ったらぜひ食べに来てください。구독자さんには割引します。で、日本の全国チェーン店を作りたいなって思います。夢は大きく持つ方がいいんじゃないですか。そんな感じです。あとは内定もらって冬休みとかは1ヶ月ぐらいヨーロッパとか1ヶ月でちょっといろんな海外も行ってみたいなって思ってます。これからも結構いろんなことをやってみたいと思ってるんで、皆さんぜひ応援してください。これからもシオンにも頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録といいねお願いしますね。また気になることあったらいつでもコメントまたはインスタで聞いてみてください。雑な話やったんですけど聞いてくれてありがとうございます。ではまた戻ってきます。では、アンニョン。